皆さんこんにちは。 GCN ジャパンへようこそ。ブエルタ・エスパーニャ第11ステージのハイライトをご紹介します。今日のステージでブエルタもあと半分、まだまだ目は離せません。前回の第10ステージではユンボ・ビスマのプリモシログリッチが前を走っていたミゲル・アンヘル・ロペスを追い抜いてしまうほどの好タイムを出してステージ優勝。 CCC チームのパトリック・ヘビンに25秒、モビスターのナイロ・キンタナに2分の差をつけるなど、タイムトライアルでの地位をさらに上げ、マイヤロホにも袖を通しています。現時点の総合結果はロペスとの差は1分52秒、ナイロ・キンタナが3分と開いているので、キンタナの今後のステージでの追い上げに注目です。さて、第11ステージのコースレイアウトを見ていきましょう。フランスのサンパレから国境を越えてスペインウルダクス・ダンチェリネアに至る180キロ。山岳ステージではありませんが、丘陵地帯になるため逃げの選手などに有利なステージレイアウトになっています。早速レースで動きがありました。スタートから15キロ地点で14人の逃げ集団が構築。この集団で最も総合が上位の選手はドゥクーニングクイックステップのベン・オコーナーでしたが、37分差がある選手だったので、メイン集団にいるログリッチにとってもそれほど脅威ではなかったので、落ち着いたスタートでした。集団はユンボ・ビスマがコントロールしていきます。フィニッシュから58キロのコルディビギ峠の麓に差し掛かったところで、アスタナのゴルカ・イザギレがアタック。2人の先行により第5ステージで劇的な上りを見せ、ステージ優勝したブルゴス BH のアンヘル・マドラスがペースアップに追いつけず、差が生まれてしまいました。2級山岳コルティビギ峠では2人で先行していたアランブルがトップで通過。下りで速度に乗った2人でしたが、後ろから EF エディケーションファーストのローソン・クラドックが追いついてきたため、3人での逃げが開始されます。その後ディミンションデータのアマヌエル・ディベリズガビアらが追いつきますが、この日最後の3級山岳を通過したところで追走集団に捉えられてしまいます。ダミアン・ホーゾーが再び先頭を走っていきますが、逃げることはできず、フィニッシュまで残り30キロで7人の選手がまとまり先頭を行きます。一方メイン集団率いるユンボ・ビスマは総合争いに絡んでくる選手が逃げ集団にいないということで、リラックスした様子で淡々と歩みを進めていきます。それによりタイム差はさらに拡大し、25キロの時点で14分の差が生まれていました。しかしその後すぐに動きがありました。エースカディムリアスのミケル・イトゥリアが集団から逃げます。彼はウルニエタ出身の27歳で、プロの自転車レースでまだ優勝をしたことがない選手です。イトゥリアはしっかりと歩みを進め、確実に逃げ集団とのタイムアドバンテージを増やしていきます。残り14キロの地点で全ステージのタイムトライアルで3位に輝いたレビガマニャがパンク。そんなアクシデントに見舞われましたが、すぐに戻ってきただけでなく、さらにアランブルに追いついてくるという意地を見せました。このガバニャの追い上げによりイトゥリアとの差は4キロ走ったところで25秒も追い上げられ、彼の夢は打ち砕かれようとしています。しかしイトゥリアもそんなことで諦めるような選手ではございません。なんとフィニッシュ手前のカテゴリーされていない山岳でギャップを少し増やしたのです。残り5キロでイトゥリアから追走集団までは13秒で安定していましたが、追走集団は彼を視界に捉えます。 1.6 キロでダミアン・ホーゾンとアマヌエル・ゲミレツガビアが数メートル後方から迫ってきます。イトゥリアは肩越しからちらりと後方を確認した後、いけると思ったんでしょうか、少し下り坂になったここでスタンディングをし、スピードをさらに上げて差を開こうとします。今まで実績を作ることができなかったウルニエタ出身の27歳、エウスカディムリアスのミケル・ウトゥリアがフィニッシュラインに入ってきます。自分が一番最初にフィニッシュをする喜びを感じているのか、満円の笑みをかめて今フィニッシュラインを一番最初に通過。ゴルゴの彼には初優勝を飾り、実績を残した彼の最初の言葉が欲しいのか、メディアにもみくちゃにされています。今日は彼にとって忘れられない一日になったことでしょう。さあ今回のステージ結果は、1位ミケル・イトゥリア、2位ヨナタン・ラストラ、3位ローソン・クラドック、以下ご覧の通りです。その後のメイン集団はユンボ・ビスマが牽引し続け、18分30秒遅れてフィニッシュしました。総合順位は前回と変わっておらず、1位プリモシログリッチ、2位アレハンドロ・バルベルデ、3位ミゲル・アンヘル・ロペス、以下ご覧の通りです。次回の第12ステージのコースレイアウトはナバラサーキットからビルバオまでの 171.4 キロ、3級山岳が4つも構え、
何より最後の3級山岳の荒津峠が恐ろしいです。 2.2 キロの短距離ながら平均勾配は 12.2%、 しかも 20% 超えが4カ所もあるという恐ろしい山もあるため、クライマーの走りを見るには十分すぎるコースレイアウトと言えるでしょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のハイライトでお会いしましょう。さよなら。